どうも、小ヤッキーです。どうも、神木です。ありがとうございます。なんとですね、皆様に秘宝があります。今回で、スーパー神木関連のコラボは、終わってしまいます。明日から東映が戻ってきます。早くお願い。というわけでですね。いや、でも長々とお邪魔しましたね、本当に。1週間すごかったですよね。はい、ありがとうございます。と言いますのは、今日何の企画をやるかと言いますと、はい、第1回目ですよ。はい、このコラボウィークの。何やったか覚えてますか？僕の大好きな吉岡里帆のいいところ言い合う選手権ですかね。そうですね。はい、いや、全然違いますね。ですね、はい、ワンピースにはびこる謎7選やったんですよね。はい、やりました。あれが高評価多かったら、第2弾やりますって言ってるけど、多かったんです。多かったんです。すごいシステムですね。まだ配信すらされてない。見聞色でね。そう、多分言ってるだろうということで、せっかくなんで、前回7選お送りしたんですけども、短かったなと。多分、東野くんと一緒にやると、あいつ無駄話めちゃくちゃヒャッヒャッヒャッ言ってるんで、7選短く感じたと思うんで、今回は10選まで引き伸ばして、もっと気になる謎をね、話してもらおうと思ってます。じゃあもう計17個。そうです。山ほどですね。昨日僕夜考えたんですよ。ただポコポコ出てくるんですよね。ワンピースって終盤だったよなと思って、こんないっぱいあるかっていう、まあ面白いですよね。で、今回も、ただ謎を発表してもらうんじゃなくて、その謎を知っておくと今後楽しくなるよっていう予備知識的な感じでね。あ、そうなんですか。はい、見てもらったらいいなと思うんですよ。わかりました。1戦目からお願いいたします。これはもうね、王道っていうか誰しもが気になってるシャンクスは何の能力なのかですね。能力者なのかどうかっていうところもあるんですけど、謎すぎますよね。一巻の時点では能力者じゃないと思われるんですね。でもその後に宿した可能性はありますよね。どう思いますか、個人的には。やっぱりその移動関係はやっぱり尋常じゃないじゃないですか。まあ、移動のみっていう。そう、移動のみと思ってます。はい、それ気になる方はこちらご覧くださいませ。移動がね、ちょっと映ってるのがあるんで、まあ怪しいっちゃ怪しいかなとは思ってます。シャンクスはね、あんだけ大所帯の海賊団持ってる割には、フットワーク軽いから、その移動の能力で瞬間移動できてるんじゃないかっていうことですよね。そうです。ちょっとダサいんですけどね。なんかダサくないです。いや、名前変えてほしいですね。移動のみってなんやねんと。しっくりは来てないんですけど、マリオが土管入ってワップするもんでしょ。そう。そんな感じイメージとしては、トゥ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 ってこう出てくるんですよ。じゃあ、2戦目お願いいたします。これはですね、ワンピースの世界でも大きな鍵を握ってると思いますけども、三つ目族のですね、海岸ですね。プリンですね。謎すぎるじゃないですか。まあ、プリンっていうのは三つ目族のこうハーフなんで、私は海岸しないわよみたいな感じのまあ雰囲気で言ってましたけども、っていうことは三つ目族で海岸できる人が必ずいるっていうことじゃないですか。そうですよね。で、その何が起こるのかっていうのはまあポーネグリフ関係っぽいじゃないですかね。まあ見るっていうキーワードで言えばですね。そこはですね、絶対ずっと覚えとかなきゃいけないキーワードだと思うんですよ。その大きな謎をホールケーキアイランドでポコって出されたなっていうのがあって、ワノ国でまたいろんな情報があるけど、絶対忘れてほしくないなっていうか、出てくるぞっていうところですよね。なるほど。まあ、ワンピースをゲットするためには、当たり前だと思うんですけど、ロードポーネグリフっていうものが必要で、まあ、絶対古代文字で書かれてるじゃないですか。ルフィたち1個はいいとして、他の4校たちは、読む術を持っているんですかね。そうですよね。だから、三つ目族がそうであるとすれば、まあ納得かなと思います。そうじゃなかったら、もっとロビンを一生懸命追ってると思うんですよ。そうなんですよ。僕もそう思っていて、あんだけ強い4校って、今、海軍同盟とかやってビッグマム海賊団と同盟組んでますけども、組む必要もなく、とっととワンピース取りに行きゃいいと思うんですよね。でも、今までまだ取りに行ってないってことは、最後のそのピースが揃ってないからって考えると、ビッグマム海賊団にとってのポーネグリフを読み解くキーがプリンにあって、カイドウのところにも何そのキーがあるんかなと思えると。同盟を組むことによってお互いが得できるよっていう感じなのかなっていうふうに解釈できましたよね。そうですね。はい。じゃあ次3戦目ですか。3戦目ですね。これも出てきますけども、一番気になってるのはベガパンクなんですけど、ベガパンクの立ち位置ですね、気になってるのは。これはもうなんて言うんでしょう。言ったら世界政府側の人間としているじゃないですか。でも、バーソロミュー・クマーにね、サニー号を死守せよっていうのを命じて、それが許されちゃってるっていう、その状況が全然わかんなくて、なるほど。ベガパンクはどういう立ち位置でいるんだろうと思ってるんですよね。なるほどね。だからベガパンクも島を暖房で温めるシステムを作ったりとかって結構人思いな感じ優しいイメージですよね。じゃないですか。で、シーザーの時もかばってあげようとしてたりとかもしてたんで、いいやつなんだろうっていうのは分かってるんですけど、正体が未だに分かってない。分かんないですよね。本当にいいやつなのかっていうのもまだ分かんないし。名前が出てて、まだ姿形が、しれっと出ましたけど、分かってない唯一のキャラに近いじゃないですか。ずっとこう温められてるっていうか、ちょこちょこ出てくるじゃないですか、情報は。出てきますよね。全然分かんないですよね。僕戦闘丸のお腹の模様あるじゃないですか。ベガパンクだと思ってるんですよ。ベガパンクっていう人の頭頭上から見たベガパンク。あんな形してるんですか？なんかおじいさんみたいに見えるんですよ。髪の毛がこう。
ああ、入ってて、わかる。花みたいなのがあって、うんうんあれベガパンクを模してるんじゃないかなと思ってるんですよね。憧れてるんですかね。わかんないけどどういうことですか、それは。一応でも戦闘丸を守ってるじゃないですか、あの人っていうのは。はいでもこれ本当だったら笑ってられないですからね。なるほど見といてくださいね、今から。ベガパンクの姿が描かれた時、戦闘丸見てください。はい。はい。ベガパンクそのものにも興味あるし、その開発したり発見したことにも興味あるし、もう早く出会ってほしいんですけどね。本当にね、意味がわかんない。物に食わせるってどうやって食わせてんのっていうのもあるし。ですよね。ドラゴンとかね。いや、その辺気になりますね。気になりますね。はい、皆様も気になりますよね。はい。ベガパンクいつ出てくるのかという感じでした。次が4つ目ですね。これは悪魔の実に関することで、覚醒ですよね。覚醒。で、気になってるのが、ロギア系は覚醒するのかっていうところですね。そうですよね。ロギアだけが分かってない。分かってないんですよね。すると思います？思います。稀に覚醒するってドフラミンゴは言ってますんで、全部が全部はしないと思うんですよ。なんで、僕の中で黙々とかはしないんじゃないかなと思ってるんですね。スモヤンは残念ながらごめんなさいみたいな。だから僕の考えとしては、覚醒っていうのは、パラミシアだったら影響を与えるってやつじゃないですか。周りに影響。で、ゾーン系だったら、なんか偉いタフになるみたいなはい。感じ。回復力が。そうですね。ロギア系だから僕はですね、もう影響を与えるのはもうそうなんですけど、その能力者が死んでもずっとその土地に残るみたいな能力だと思うんですよね。パンクハザードみたいな感じはいはいはい。ですね。あれはパンクハザードも青生地と赤犬が決闘してそれは残ってるっていう風味で分かれてるそうですそうですっていうことですもんね。そうですね。なんでウルージが言ったその雷神島は昔のゴロゴロの実の能力者の覚醒とかですね、そういうのがいっぱいあるんじゃないかなと思って結構ねまとめようと思うとワンピースのこの土地の不思議なとこっていうのはそれで片付くのが多いんですね。だからワンピースの世界自体がロギア系でほとんど形成されちゃったんじゃないかっていうグランドラインとか新世界島々ですっごい気候を生んでるっていうのももしかしたらそこ発信かもしれないなと思ってなんかカームベルトはなぎなぎとかね。そうですそうです。この前僕自分で喋ってて気づいてて感動しちゃったんですけど、レッドラインすらマグマグの能力なんじゃないかな。ああなるほど。前任者全然前か分かんないですけど、あんな不自然なレッドラインを作るって考えられないと。そう思った時にグラグラ並みの能力者の白ひげは戦国からあいつは世界を滅ぼす力って言われてましたけど、世界を作る力もあるんじゃないかってなった時に大陸を作るって意味ではマグマグしかありえないと思った時に、だから赤土と赤犬がかかってるのかなとか。なるほど。面白いと思って。面白い。ですよね。はい。5個目。5個目はジャンプでも続いてますけども、はい、カイドウがですね、ビッグマムに作っている大きな狩り。ですね、謎ですよね。これもなんかすぐ明かされそうでまだわかんないみたいな。そうさっき小焼さんが言ったようなそのピースの部分かもしれないし、もっとなんか下世話なっていうかね面白いなんかそんな回っていうのかもしれないんですけど、気になる謎ですね。そうですよね。もうロックス海賊団の時のメンバーですからね。その時の時代のことも気になるし、これはねすぐ明かされるかもしれないし、これは配信されてることには分かってるかもしれない。そうです。コメントに出てますよって書いてくださいね。じゃあ6個目お願いします。6個目ですね。これ気になってますね。モンキー D ドラゴンですねのタトゥーですね。タトゥーの謎ね。ロジャーが処刑された時っていうのはないんですよね、ドラゴンのタトゥーは。あのタトゥーってかなり特徴的じゃないですか。ワンピースって結構そういうの意味を持たせている場合多いじゃないですか。なんでタトゥーですら何か意味があるんじゃないかと思って、他の人がやられた傷なのか、ワンピースの世界の影を握る何かに関するタトゥーなのかとかね、何かを暗示してるのか、そういうのがあるんじゃないかなと思って気になってますね。あの傷みたいなタトゥーって、あれ傷だったら相当特殊な武器で。確かにね、シャッ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 チャッチャッチャッってやんなきゃいけない。そうなるほどなるほど。ドラゴン自体がまだ謎すぎるんでね、はい、能力も含めて楽しみです。そうですね。でこれはですね、これが出てくると寂しいなというやつですけども、はい、なんでしょう。団体の海賊はいつ出るかっていうですね。終盤に出ると言われてる。これがワンピース10周年の時、この本おすすめです。今でも読んでもめちゃくちゃ面白い。テンストレジャーズっていうですね、10周年の時に出た本で、その時のおまけにもついてますけども、団体の海賊がですね、いつか出ますよっていうのが書いてるんですよ。でこれはいろんな考察あるじゃないですか。ルフィじゃないかとか、シャンクスじゃないかとか、黒ひげじゃないかとか、いろいろあるんですけど、いつ出てくるかですね。っていうのはもう大きな謎なんで、気になってるなっていう部分ですね。誰だと思います？でも終盤って言ってるんで、もうすでに知ってるキャラの誰かな気がするんですけどね。一人だけ出てくるのかな。なるほど。二人かもしれないし。確かにな。それはまだ余白がありますね。そうです。もうぶっちゃけ言うともう眼帯海賊だみたいな。なるほど。めっちゃ目やられてる。そう思うと和の国で目バサッとこうやられた人たちとか、倒れたりとかした人たちとかどうなんだろうとか追っちゃうんですけどね。はい、じゃあ次お願いします。ビッグマムがですね、欲している種族の謎ですね。でもなんかホールケーキアイランドでもう全部出たんじゃないかと思ってたら、いきなりね、ワノ国編に入ってから、ホールケーキアイランドにいない種族が3つあるっていうので、1つは巨人族だと思うんですけど、残りの2つですね。1つはキングの種族っ
ぽいですけど、もう一つも全然わかんない。歴史の彼方に。そうですね。ワンピースっていうのはあと5年で終わんなきゃいけないって言うんだったら、書かなくていいのにまた出すかっていう謎を広げちゃってるのがすごいなと思うんですけど、かなり重要ですよね。重要すぎますよね。何なんでしょうね。さっき言った三つ目族も重要なのに、それはまあ含まれてないじゃないですか。もういるんで。だから何が出てくるんだろうと思いますね。そうですね。だから最初、珍獣コレクションとか見たときは、ただ単にコレクターだと思ったんですよ。僕もフィギュアコレクターなんで、一個でも種類がないともうイライラするタイプなんで集めちゃいたいんですけど、でも自分のこの先の目的のために必要であるみたいな感じの解釈じゃないですか。はい。そこが気になるところなんですよね、なんかね。大きな謎ですよね。謎。じゃあ次9個目ですか。9個目はですね、これもですね、実在するのかなっていうところですね。ナクロワは実在するのかですね。猿山連合軍が、まあ、黄金鏡があったっていうのを分かって、そのロマンを追いかける時の対象として、ナクロワを今探し求めてるわけですけど、これってなんか扉絵でちょろって書かれただけじゃないですか。はい、これって結構重要なんじゃないかなと思ってて、ね、黄金鏡実際あったわけじゃないですか。で、ナクロワっていうのがあったら、本当にもうラフテルぐらい、なんかすごい可能性ってあるじゃないですか。あります。だからこれもね、さらっと書いたけど意外と重要なんじゃないかっていう謎ですね。なるほど。意外と伝説って多いんですね。幻とか。そうそうそう。よくよく考えてみたら、大海賊時代が始まる前から海賊とか冒険家はいたわけですから、ワンピースに代わる何かは常に探してたんでしょうね。そう謎ですね。楽しみですね。なるほど。楽しみです。じゃあ次、いよいよラストになりますけど、何を選択されたんでしょうか。こちらです。気になってますね。これもね、明かされる、そして繋がるんだろうなっていうところですね。黒ひげがですね、ドラム島を襲った理由ですね。なるほど。なんか、黒ひげって結構その、計算高い男じゃないですか。海賊王になるために、七部会にとりあえずなって、どんどんこう、ステップアップするために、いろいろ考えてるやつなんですけど、ドラム島だけなんか、名を上げるためにやったんでしょうけど、なんかもっと黒ひげは考えてるんじゃないかなっていうのを思わせるんで、ちょっとこれはね、怪しいなと思ってるんですよ。名を上げるためだったら、多分新世界の方へ向かいますよね。そうですね。強い海賊倒した方がいいと思ってるんで、逆流した理由って、その間に必要なものがあったのか、ドラム島自体に何かあったのか。そうです。だから、ロジャーが大きく冒険をやりなしたように、元に戻らなかった手に入れられる何かがあったのか、謎ですよね、それって。でも何かが揃ったから戻って、七部会入りして、今の地位にいるんでしょうね。そこの間もわからないし、黒ひげを探してる時のエースの極秘のカバンもわかんないし、なんでその黒ひげのことがもう名もない海賊だったのに、そんなに海路を持ってその極秘資料の中に入ってるのもわからないし、全てがもう謎じゃないですか、あの辺でも。あの辺謎ですね。逆流って相当なことですもんね。そうですよね。麦わらの一味で考えられないもんな、今。いや、謎すぎません。黒ひげセットで謎多いですからね。もう悪魔のみんな能力の謎とか。さっき気になったのはありましたでしょうか。さすがですよね。オーソドックスなやつは入ってないですね。そうです。はい。いや、でもめちゃくちゃあるんですよね。なんかあるっけなっていう感じが全然しないじゃないですか、ワンピース。なるほど、なるほど。あ、これもある、これもあるみたいな感じでパッパッパッ出てくるのがすごいなと思いますね。読んでいくと、それ謎だったんかいっていうのが、また付加される時があるんで面白いですよね。そうですね。だから、まだ回収されてない謎もありますし、謎っていうことが分かってない謎もあるんですよね、多分ね。楽しいんですよね。楽しい。はい。というわけで今日はいかがでしたでしょうか。もう1週間にわたる神木ウィーク、ここで終了となります。はい、ありがとうございました。はい。神木の方のチャンネルもぜひね、チャンネル登録していってくださいね。僕らよりもっとマニアックで楽しいワンピースの情報を発信しておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、またね、高評価3000以上いったら、またね、神木くんとのコラボ企画をね、撮りたいと思いますし、今こういう世の中でちょっと落ち着いたら、ぜひ僕のスタジオにもね、遊びに来てもらいたいので、楽しみだってしております。高評価とチャンネル登録をしておいてくださいね。いろいろのみで行きますんで。じゃあすぐ来れますやん。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、バイ。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコエッキーチャンネル。